こんにちは、こんばんは、おはようございます。看板娘のももです。どうも、ウプ主の代理、リスの手です。おい、ゲーム専用パソコンが欲しいわ。こういうの？いや、こんなコテコテのやついらんわ。実は最近パソコン版のを買ったのよ。ほうほう。で、そのためにわざわざメインパソコンの前に座るのがだるくてね。電気代も気になるし。なるほど。余ってるパーツでなんとかならんかと思って、前にやったデスクミニ A300 を改造して簡易ゲームマシーンに変身させようと思い立ったのでした。思い立った理由はともかく、BIOS 次第ではライゼン4000系も動くらしいしね。ちょうど余ってる 4650G があるから面白そうだし挑戦してみようか。やったね。そんなわけでレッツスタート。チャンネル登録お願いします。じゃあまずは BIOS を準備しなきゃだね。そうだね。公式にある最新の BIOS では4000シリーズ非対応だからね。今回は今表示されてるサイトから非公式 BIOS をダウンロードするよ。もし真似される人は完全自己責任でお願いします。ドイツのサイトだけど、なんとなく雰囲気でどうすればいいかわかるわね。体に染みついてる感じだね。この 3.60S ってやつでいいのかしら。そう、それが4000対応の一番新しいやつだよ。できた。次は解答だね。海外サイトのエグゼファイルはちょっと怖いよね。だね。まあ今回は構わず行くわよ。展開場所は分かりやすくデスクトップにするよ。指定したら回答だね。で、回答されたのがこちらです。これを USB メモリに書き込むよ。できたら次は BIOS の更新だね。BIOS のアップデートをするにはツールの中のインスタントフラッシュってやつね。あれれ、ファイルが見つからないって出てるね。多分 USB メモリのフォーマット形式が対応してないかも。なるほど。作り直してくるわ。FAT32 で作り直してきたよ。今度はちゃんと認識されたね。じゃあこのままアップデートいってみよう。多分5分くらいかかるのでこのまま放置だね。おお、終わったわよ。ちゃんと 3.60S にアップデートされてるね。じゃあ次に行ってみよう。チャンネル登録お願いします。次は本体のスペックを上げていくわよ。やることはメモリ容量のアップ、無線 LAN の追加、あとは当然 CPU の乗せ替えね。メモリは前回のままで中途半端な 12GB だからね。今回は 8GB2 枚の 16GB にするよ。じゃあ 4GB のもの外して 8GB と入れ替えね。結構硬いから気をつけてね。クソ硬いわよ。基板が壊れそう。ちょっとたわんでるね。でもやるしかないわね。おりゃあ、よし、刺さったわ。お疲れ様。ひとまずメモリはこれで OK だね。もし足りなそうならその時また差し替えよう。次は Wi-Fi カードを取り付けるよ。場所は確かムドット 2SSD の下よね。正解。ちなみに今回取り付けるカードは Wi-Fi 5まで対応してるやつだね。多分どっかのジャンクノートから取り外したやつだよ。取り付け方は SSD と同じなのね。そうだね。違うのはここにアンテナを取り付けることくらいかな。アンテナってこれかしら。昨日郵便受けに入ってたよ。そう、それ Amazon で700円くらいで売ってるよ。で、この辺りに取り付ける穴があるからそこに金具で固定すれば OK。 今回は手でやってるけど、ラジオペンチとかで締めた方が良さそうね。そうだね。あとは同じようにもう一つ取り付けなきゃ。できたら今度はカードとアンテナをつなぐのね。細かすぎて私には厳しいわ。手先が器用な人ならパパッとできそうだけどね。ちょっと CPU クーラー邪魔だわ。後指先に力が入らないからなんか押せそうなもの使うわ。やっと片方はまった。あともう1本。頑張れ私。2本目はあっけないくらいすぐにはまったわね。おめでとう。コツをつかんだのかもね。もうやりたくないわよ。ラストはお待ちかねの CPU だね。そうだね。ライゼン5 Pro 4650G だよ。ところでなんでこんな CPU 持ってるの？
パソコン工房の中古の日に買った気がするけど、正直覚えてない。いい加減衝動買いは控えなさいよ。今回は許すけど。気をつけます。じゃあサクッとの世界用か。これはジャンクじゃないから、ピンも曲がってなくて楽ちんで。僕は曲がってた方が安くなるから好きかな。いつぞやの 5800X みたいに。あれは特別よ。さて CPU クーラーなんだけど、 200GE 付属のやつだと多分ね客追いつかない気がするんだよね。なのでこれを用意したよ。これはレイスステルスクーラーだよ。ライゼンについてくるリテールクーラーか。そうそう、世代によってブレードの枚数とか構造に若干違いがあるんだよ。ブレードっていうのはファンの羽のことね。豆知識ね。実はこれそのままじゃデスクミニのケースには収まらないんだけど、あることをするとぴったりサイズになるんだよ。あることって？それはね、おりゃー。マジか、そこ外れるのね。これだけだよ。これでぴったりサイズに大変身。へえ。ちなみに今回はブレード7枚のものを使ってるんだけど、5枚のやつでもなんとか入ったよ。5枚のやつはカバーがネジ止めされてるからそこだけ注意かな。まあ真似する人いないでしょ。それもそうだね。それじゃあ取り付けようよ。その前にこのリテンションはいらないから取り外しだよ。そっか、ライゼンのクーラーはバックプレート式だったね。バックプレートはそのまま流用できるからそのまま使ってくよ。じゃああとはグリス塗ってクーラーを固定して完成ね。うわ、本当に高さがぴったりね。まるでこのために設計されてるみたい。本当にね。クーラーの接続も忘れないようにね。っていうか SSD つけるの忘れてたわよ。本当だ。もう他に忘れ物はないよね。大丈夫じゃないかな。じゃあケースに収めて Wi-Fi アンテナ取り付けたら完成だね。チャンネル登録お願いします。さてさて、お待ちかね、起動確認です。ちゃんと動くかな。ここまでやって動かなかったら泣けるわよ。それじゃあスイッチオン。アクセスランプは反応してるわね。もう少し待ってみよう。来た。本当に起動したよ。おお。半信半疑だったけど本当に起動したね。じゃあ一応キャプチャーの方に切り替えるよ。ちゃんとライゼン5 Pro 4650G で認識してるね。メモリもしっかり 16GB 認識してるね。ああよかった。たわんでたから心配だったんだよ。じゃあとりあえず起動確認ができたし Windows 起動してみようか。何事もなく起動したし、とりあえずタスクマネージャーよね。そうだね。パフォーマンスのところを見てみよう。グラフが12個。ちゃんと12スレッドで動作してるね。でもメモリが少し足りない気が。2GB は VRAM として確保されてるんだよ。そういうことか。Wi-Fi はどうなってる？使用可能になってるからちゃんと認識してるね。ちなみに速度測定してみたらこんな感じだったよ。これは早いのかな？うちの回線は最大 1GBps で有線で測定したら600から700くらいだったよ。お、それなら十分早い方だね。じゃあ次は CPU の性能を見ていこうか。今回は比較的最近の CPU だしシネベンチ R23 を使うよ。さすが12スレッドだと早そうだね。と言っても動画的には長くなるので省略するね。結果は 9022PTS Core i9-9880H とほとんど同じくらいだね。次はゲーム性能だよ。 APU はメモリの性能がもろに出るので、今回はメモリクロック2400と3200で測定してみたよ。ドラクエベンチだと1000くらい差が出てるね。次は FF14 ベンチだよ。こっちは600くらい差があるね。最後は千早ローリング。これは9万くらいかな。これで終わりだね。お疲れ様でした。今回の内容はいかがでしたでしょうか。感想をコメントいただけるととても喜びます。ところでももちゃん、今回作ったパソコンの調子はどう？かなりいいわよ。もともとゲームをあまりやらない私にはぴったりね。もしかしたら動画編集もこれでいけちゃうかもしれない。気に入ったようでよかったよ。今からプレステ4買うよりは安く済んだし、作る過程も楽しめたから十分だね。あげないわよ。さて、ここまでご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは面白そうなジャンクや
自作パソコンなんかをマイペースでまったりと投稿していく予定です。少しでも何かビビビッと感じてくれた人は見逃さないためにチャンネル登録と通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。あとは面白かったら高評価とダメだったら低評価もお待ちしております。そして Twitter では近況報告からお知らせまでいろいろつぶやいてますので、よかったらフォローしてみてください。それじゃあまたね。ご視聴ありがとうございました。